ラーメンは日本でとても人気があります。いろいろな味がありますが、今日は3つのラーメンについて話します。醤油ラーメン、味噌ラーメン、そして塩ラーメンです。まず、醤油ラーメンについてです。醤油ラーメンは、名前の通り、醤油を使ったスープです。このスープは、深い味わいがあります。醤油の味が、スープに染み込んでいて、とても美味しいです。醤油ラーメンには、たくさんのトッピングがあります。例えば、チャーシューやネギ、海苔などです。これらのトッピングが醤油ラーメンの味をさらに良くします。次に、味噌ラーメンについて話します。味噌ラーメンは味噌を使ったスープです。味噌の味がスープにしっかりと染み込んでいます。このスープはコクがあってとても美味しいです。味噌ラーメンにもいろいろなトッピングがあります。例えば、コーンやバター、もやしなどです。これらのトッピングが味噌ラーメンの味をさらに良くします。最後に、塩ラーメンについて話します。塩ラーメンは塩を使ったスープです。このスープはさっぱりとしていてとても美味しいです。塩の味がスープにしっかりと染み込んでいます。塩ラーメンにもたくさんのトッピングがあります。例えば、わかめや卵、柚子などです。これらのトッピングが塩ラーメンの味をさらに良くします。醤油ラーメン、味噌ラーメン、塩ラーメンはそれぞれ違う味があります。でも、どれもとても美味しいです。日本に来たら、ぜひ3つのラーメンを食べてみてください。どのラーメンもきっと気に入るでしょう。これが醤油ラーメン、味噌ラーメン、塩ラーメンの紹介です。それぞれのラーメンには違う美味しさがあります。あなたもいろいろなラーメンを食べて自分の好きな味を見つけてください。ラーメンはとても美味しい日本の料理です。ラーメンの味を作るためにはいくつかの大事な部分があります。今日はラーメンのスープ、麺、そしてトッピングについて話します。まず、ラーメンのスープについてです。スープはラーメンの味を決めるとても大切な部分です。スープにはいくつかの種類があります。鶏スープ、豚スープ、魚スープ、そして昆布スープなどです。鶏スープは鶏肉から作ります。鶏肉を茹でて長い時間かけてスープを作ります。豚スープも同じように豚肉を茹でて作ります。魚スープは魚を使って作ります。そして昆布スープは昆布から作ります。どのスープもじっくり時間をかけて作ります。これが美味しいスープの秘密です。次に、ラーメンの麺についてです。麺はラーメンのもう一つの大事な部分です。麺にもいろいろな種類があります。太い麺、細い麺、縮れ麺などです。太い麺は噛み応えがあります。
細い麺はつるっとして食べやすいです。縮れ麺はスープがよく絡むのでとても美味しいです。麺を作るときは小麦粉と水を混ぜてこねます。それから麺の形に切ります。麺は茹でるときに少し塩を入れるとつるつるした食感になります。これが麺の秘密です。最後にラーメンのトッピングについてです。トッピングはラーメンをもっと美味しくします。トッピングにはいろいろなものがあります。例えば、チャーシュー、卵、野菜などです。チャーシューは豚肉を醤油や砂糖で煮たものです。とても柔らかくて美味しいです。卵はゆで卵や半熟卵があります。どちらもラーメンにとても合います。野菜はもやしやネギなどがあります。野菜を入れるとラーメンがさっぱりとします。これがトッピングの秘密です。これがラーメンのスープ、麺、そしてトッピングについての話です。ラーメンはスープ、麺、トッピングの3つの部分がとても大切です。これらの部分が合わさって美味しいラーメンが出来上がります。日本に来たらぜひラーメンを食べてみてください。いろいろなラーメンを食べて自分のお気に入りを見つけてください。ラーメンは日本のいろいろな場所で楽しむことができます。それぞれの地域には特別なラーメンがあります。今日は3つの地域のラーメンについてお話しします。札幌ラーメン、博多ラーメン、そして東京ラーメンです。まず、札幌ラーメンについて話します。札幌ラーメンは北海道の札幌という町で有名です。このラーメンのスープは味噌を使っています。味噌は味がとてもコクがあります。札幌ラーメンにはバターが乗っています。このバターがスープに溶けてまろやかになります。また、コーンもよく入っています。コーンの甘さがスープとよく合います。札幌ラーメンは寒い時期に食べるととても温かい気持ちになります。次に博多ラーメンについてお話しします。博多ラーメンは福岡という町で有名です。このラーメンのスープは豚の骨を使って作ります。このスープはとても濃い味がします。豚の骨から出るうまみがスープにしっかりと染み込んでいます。博多ラーメンの特徴はスープが白くて濃いことです。また、細い麺が使われています。トッピングにはチャーシューやもやしがよく合います。博多ラーメンはしっかりとした味が特徴です。最後に東京ラーメンについて話します。東京ラーメンは東京で人気があります。このラーメンのスープは醤油を使っています。醤油の味がスープにしっかりと出ています。東京ラーメンはあっさりとした味が特徴です。麺はちょっと細めでスープとよく絡みます。トッピングには
ネギや海苔がよく使われます。東京ラーメンはシンプルだけどとても美味しいです。札幌ラーメン、博多ラーメン、東京ラーメンはそれぞれ違った味とスタイルがあります。どのラーメンも日本のいろいろな場所で食べることができます。日本に行ったときは、ぜひ、札幌ラーメン、博多ラーメン、東京ラーメンを試してみてください。どのラーメンもきっと楽しい味がします。ラーメンは日本でとても人気があります。ラーメンを食べることができる場所はたくさんあります。今日はラーメンの文化とラーメンを食べるお店についてお話しします。まず、有名なラーメンチェーン店について話しましょう。日本には多くのラーメンチェーン店があります。例えば、一蘭やラーメン博物館のようなチェーン店があります。一蘭では美味しいラーメンがたくさんあります。特にラーメンのスープがとても美味しいです。ラーメン博物館ではいろいろなラーメンを試すことができます。どちらのチェーン店も人気のあるメニューがあります。次に、ラーメン専門店の独特なサービスと雰囲気について話します。ラーメン専門店は、お店によって雰囲気が違います。あるお店では、カウンター席だけがあって、お客さんとお店の人が近くに座ります。こうしたお店では、お店の人がすぐにラーメンを出してくれます。別のお店ではテーブル席があって家族や友達と一緒にゆっくり食べることができます。ラーメンの香りや音も楽しむことができて、美味しいラーメンをより美味しく感じることができます。最後に、ラーメンの祭りやイベントについてお話しします。日本では、ラーメンの祭りやイベントがよく開かれます。例えば、ラーメン博覧会やラーメンフェスティバルがあります。こうしたイベントでは、たくさんのラーメンを試すことができます。いろいろなラーメンを食べることができるので、とても楽しいです。また、ラーメンの作り方を学ぶことができるコーナーもあります。こうしたイベントに行くと、新しいラーメンを見つけることができるかもしれません。ラーメンは、ただの食べ物ではなく、いろいろな楽しみ方があります。ラーメンを食べるときは、お店の雰囲気やサービスも楽しんでみてください。ラーメンの祭りやイベントにも行って、たくさんのラーメンを試してみるといいでしょう。ラーメンをもっと好きになるかもしれませんよ。ラーメンと一緒に食べる美味しいサイドメニューと飲み物についてお話しします。ラーメンはとても美味しいけれど、他の食べ物や飲み物と一緒に食べると、もっと楽しめます。まずは、餃子についてです。餃子は、日本のとても人気のある食べ物です。中にお肉や野菜が入っています。外側は、パリッと焼かれていて、内側はジューシーです。ラーメンと餃子は、とても相性が良いです。ラーメンを食べてから餃子を食べると美味しさがさらに増します。餃子の香ばしい味とラーメンのスープがお互いにとてもよく合います。
次に、チャーシュー丼についてです。チャーシュー丼は、ご飯の上にチャーシューという豚肉が乗っています。チャーシューは甘いタレで味付けされていて、ご飯と一緒に食べるととても美味しいです。ラーメンとチャーシュー丼はよく合います。ラーメンのスープとチャーシュー丼の味がお互いに引き立て合います。ラーメンを食べながらチャーシュー丼も食べるとお腹がいっぱいになり、幸せな気持ちになります。最後に、ラーメンと一緒に飲む飲み物についてです。ラーメンとよく合う飲み物はいくつかあります。まずは、お茶です。緑茶は、ラーメンの味をさっぱりさせてくれます。お茶を飲むと、ラーメンの味がより一層美味しく感じられます。次に、ビールです。ビールは、ラーメンのスープと一緒に飲むと、良い味のバランスが取れます。ビールの苦みが、ラーメンの味を引き立てます。最後に、日本酒です。日本酒は、ラーメンのスープととてもよく合います。日本酒の深い味わいが、ラーメンをさらに楽しませてくれます。ラーメンと一緒に食べる餃子、チャーシュー丼、そして飲み物は、ラーメンをもっと美味しくしてくれます。それぞれの食べ物や飲み物が、ラーメンの味を引き立ててくれます。日本に来たら、ぜひラーメンと一緒にこれらのサイドメニューや飲み物を楽しんでみてください。きっと、ラーメンの美味しさがもっと感じられるでしょう。